여러분 안녕하세요. 모고모고입니다.皆さん、성균관 스캔들 っていうドラマご存知ですか？私も昔見てて、かなり面白く見た覚えがあるんですけれども、その성균관というのは朝鮮時代の大学なんですよね。今日はその話をちょっとやってみたいと思います。じゃあ、ソウルの地図を見てみると、ここに王様のお城、경복궁があって、その右上の方に성균관大学がありますよね。お城ととても近いところにありましたね。で、現在は、私立성균관大学になっていまして、今のような形で建物が、まさに帽子の模様をしているように面白いんですよね。で、実際この성균관大学は朝鮮時代の大学をそのまま引き継いでいるので、実際この大学の中に入りますと、朝鮮時代に使っていた성균관大学をそのまま皆さんが見ることができます。無料なので、もう韓国にいらっしゃいましたら、時間があったら訪ねてみてください。たまには昔からの伝統の儀式も今もやってますので、無料で観覧することができます。で、성균관の歴史から少し見ていきましょう。986年、高麗時代に大学というところがありました。それが1362年、また同じく高麗時代に성균관に名前を変えます。こうなって考えると、986年、単純に考えると1000年以上になっている大学なんですけれども、じゃあ、朝鮮時代に入っても、そのまま성균관という名前を維持して、今のソウルに移転します。で、その後、ちょっと1894年になると、朝鮮末期なんですが、近代化された教育方式が入ってくるということで廃校になるんですけれども、1946年、韓国に성균관大学ということで、また改めて大学として活躍することになります。この성균관大学の意味なんですけれども、難しい漢字並んでいますが、簡単に言いますと、人材として、まだ成就できてないことを成し遂げる。それと、風俗で乱れているものをバランスを取る。こっちで言っている風俗というのは昔からの礼儀という意味なんですよね。そういった名前だということを参考まで覚えてくださいね。で、実際皆さんこれ日本にも正式に発売されてますよね。ときめき성균관スキャンダルというドラマがありますが、お近くの DVD レンタルショップで、皆さんレンタルできると思いますので、またはこれとっても恋愛ドラマとして楽しいドラマなので、ご購入を考えてもいいんじゃないかなと思いますね。じゃあとにかく今日はこのドラマを元に성균관の話をしてみたいと思います。자, 일단 まず試験の話からしてみましょう。以前の動画で朝鮮時代のとっても大事な試験、과거試験があると言いましたね。で、この時に대과と소과という2つがありまして、この대과に合格すると高位官僚になれる。소과に合格すると、일단最初は500人、その後200人で絞られますが、これをパスしたら성균관大学に入学することができますよね。つまり簡単に言うと、대과は公務員試験で、소과はどっちかといったら大学受験のセンター試験だと思ったら簡単でしょう。じゃあ、その後なんですけれども、実際この소과だけ合格しただけで、양반は양반という身分を維持することができると言いましたね。なので実際この소과まで合格してもいいんですけれども、先ほど言ったように王様と一緒に仕事をする、つまり出世するためには대가を受けないといけないんですね。なので、その中で소과に合格した人が出世したいといった場合は、성균관に入って、성균관からこの대가を狙うシステムだったんです。で、この성균관なんですけれども、完全国立大学だったので、授業料はもちろん無料で、寮もすべて無料、そして食事もすべて無料、で、生活用品、筆とか紙も全部無料だったんですね。で、さらにまた面白いシステムが、現在の大学と違って入学式と卒業式がないんですよ。先ほど言った試験をパスしただけで、いつでも入りたいといった場合は入れて、いつでも辞めたいといった場合は辞めれるシステムだったんですね。とても自由なシステムだったんですね。
で、ただ、このソンギュンガンなんですけれども、意外と人気がなかったようで、いつも定員は未達だったんですよね。理由としては、こうやって考えられます。平均年齢が35歳ということだと言ったら、先ほど言った試験はとても難しい試験だったので、だいたい合格した人って35あたりに合格するんですね。つまり、この中で皆さんソンギュンガンスキャンダルドラマ見てる方はちょっと夢を破ってしまうことになりますが、実際そうやって若者たちよりは、この35以上のおじさんたちだらけのところだったんですよ。で、なので、ここで皆さん考えてみましょう。35ぐらいになりますと、すでに結婚もして子供もいるんですよね。なので、大体家庭と家族持ちだったので、ちょっと寮生活が無理だったんですね。それでソンギュンガンが人気がないこともあるでしょう。で、さらに寮生活もなんですけれども、実際ドラマを見てみたら、こういった狭いところで4人5人が生活するの分かりますよね。なので、実際35歳のおじさんたちが家族と家庭もあるのに、こんな狭い寮でわざわざ生活する必要はないんじゃないかなと思われますね。実際家庭にお金がある場合は、お家で勉強して、先ほど言った鉄管の試験を狙ったらいいので、そういう意味でもソンギュンガンは思ったよりは人気がなかったと思います。で、さらになんですけれども、ソンギュンガン生活は完全国立なので、その分勉強は厳しかったんですね。毎日ミニ試験がありました。そして10日ごとに作文試験もありました。で、月末試験ももちろんありまして、中間期末テストもありました。ずーっと試験の連続でしたね。さらに、その試験のために勉強する教科書の量も半端じゃなかったので、もう本当に休みの時間なくずーっと勉強してたらしいですね。なので、実際はもう先ほどの話になりますけれども、ドラマのようにこうやって恋愛をする時間、実際はないってことなんですよね。そもそも女性が入れるところでもないんですけれども。で、一応なんですけれども、イソンギュンガン大学に入ると、休みは1ヶ月日回やったらしいですね。なので、その日回の間、ストレスを発散するために、ソンギュンガン大学の近くに、平和駅というところがありますが、ここが現在は大学路という地域になっていますよね。昔、ソンギュンガン大学の大学生がここで遊んでたらしいんですよ。で、それが現在のドラマでは皆さんがこういった場面見たことありますか？六竜が飛ぶとかドラマにも出てくるんですけれども、パンチョンというところがありますね。つまり半分の村って意味なんですけれども、この話も長くなるんで、いずれかお話ししたいと思いますが、こっちはソンギュンガン学生をサポートするところの地域だったんですけれども、さらに面白いのは、法外地域だったんですよ。この中には朝鮮の法律よりは、ここだけのルールがあったみたいで、この話も結構面白いので、今度動画で紹介したいと思います。じゃあ、ソンギュンガンの話に戻りまして、じゃあ、ソンギュンガンのメリットは全くないのかと思ったら、じゃあ今からメリットを話してみたいと思います。じゃあまずソンギュンガンは面白くて出席チェックを食堂で行うんですよ。ご飯を食べたら出席になるんですね。で、1日食事を全部したら1点を加算されます。で、これが300ポイントが貯めたら試験応募のチャンスがあったんです。じゃあこれがメリットなんですよ。300点で試験応募って何でしょう？はい。つまり、ソンギュンガンは先ほど言った과거試験以外にもソンギュンガン学生の専用の試験があったんですよね。ソンギュンガン学生になりますと、チャンスが増えるということなんですね。で、さらに、ソンギュンガンの中でいろんな大会があって、それで入賞したら加算点がつく。で、さらにですね、これが面白いんですけれども、万が一、과거試験で落ちた場合、ソンギュンガン学生のみ二次試験ができたんですよ。つまり、今から考えたらもう一度チャンスをくれたんですよね。こういったメリットがありました。で、さらにまた面白いのが、王様が結構ソンギュンガンに尋ねたらしいんですけど、その時に王様が、今日は機嫌がいいから試験やろうか、みたいな王様の気持ちで、いきなり試験を受けることがありました。つまり、抜き打ち試験ですけれども、いつでも、つまり高位官僚になれるチャンスがあったということなんですよね。これに関して面白い話がありまして、紹介したいと思いますが、皆さんが大好きなイさん、정조の時代だったんですけれども、정조がソンギュンガンに来て、みんな勉強頑張っている試験やろうかみたいな感じでお話をしましたね。で、それを、
정조はかなり頭がいい王だったので、ちょっと難しい問題出してたらしいんですよ。それで散々だったらしいんです。성균관の学生たちが全然わからんとか、むしろ정조にごめんなさい手紙を書いたりとか、で、またはそのまま白紙を出してたらしいんですよね。これを見た정조はもちろんかなり怒るでしょう。この時の정조が성균관の学生たちに書いた手紙が残ってるんですけど、かなり面白いんですよ。じゃあ一旦こうやって漢字で書いていますが、もう内容的には大学生が子供より勉強ができないってどういうことだみたいなのを書いていますが、ここでさらに面白いのは、王様の公式な文章なので、実際最初、いろいろ下書きとかしてて間違わないように、で文字も一つ一つ丁寧に書くと思いますが、文字も本当に、なんというか、怒りを感じるような、普段と違う綺麗じゃない文字で書いていて、間違った部分もですね、そのまま、筆でその部分消してから、書き続けるという、かなり怒りを感じるような文章でしたね。これがちょっと面白くて紹介したかったんです。で、ここで最後にちょっと韓国の話をしてみましょう。韓国は3月入学になります。日本は4月入学なんですよね。1ヶ月違うんですけれども、この理由としては、3月は勉強しやすい気候という説と、そして学校の光熱費を節約。韓国の冬はかなり寒いので、学校の光熱費の節約。そして、これを制定した当時、だいぶ昔だったんですけれども、学校の電力問題、結構停電があったんですよ。私の子供の時代も。なのでそういった問題で3月から学校が始まると言われています。現代の韓国少し紹介してみました。じゃあ今日はここまでです。韓国のドラマ見てみると、イ・ソンギュン관の学生たちが、王様に何か申し上げるときにみんな集まって、斧とか持ってって、デモするの見たことありますけれども、一旦実際は、とっても頭もいい、完全国費で勉強するエリートたちだったということも覚えてくださいね。ドラマ、ソンギュン관スキャンダル、かなりローマンスドラマとしてはいいので、興味がありましたら、ぜひ見てみてくださいね。じゃあ今日はここまでです。여러분今日も聞いてくれて진짜 고마워요. 안녕.